正直に言うとリベルよりロッペンの方が簡単だったかな、ただ守る守備なんじゃなくて、もう攻撃のことを考えてる守備、俺らの中のセオリー通りでやっぱりサッカーできてるっていうのは、昨シーズンの優勝のこう大きな、キーポイントだったかなと。こんにちは。こんにちは。ダブルツリーバイヒルトン那覇首里っていうところのこうホテルのバーを借りてお話しさせてもらおうかなとは思ってます。本当にね、こういう機会を与えてくれてまずはありがとうございます。で、早速こう僕の本が出て、でいの一番にとにかくボール非保持、みんなで言えば守備の部分のところで絶対に豪徳にはずっと20歳の頃から話してきたテーマ、こうかなりもうだから10年以上話してきたテーマの本が出たと、けど発想としてはそれと全然変わってなくて、で、絶対帯は酒井豪徳以外にありえないと。僕たちの10年の蓄積の一言でっていうのは難しかったと思うけど、こうドイツでの革命で、守る守備から攻める守備が自分を変えたっていう、こう、一文にこう込められた思いっていうのは、一文だけれど多分、説明すると長くなるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？これに関して、この一文は。そうですね。本当に、一から話し始めたら、すごい長くなるのかなって思うんですけど、21でドイツに飛び立って、で、今日本でやっていて、で、きっとね、今日、このタイミングでも、ドイツのサッカーって、ヨーロッパのサッカーって進歩し続けて、自分がいた頃とはまた変わってるかなとは思うんですけど、ただその原理原則っていうところでのそのサッカーの本質みたいなのは、やっぱり海外行ったらどこも一緒だな、常に一緒だなと思うし、で、それを21歳の時に言った自分は、やっぱり自分がこう、いかに守備と攻撃を分けて考えてたか、今は守備なんだって思ったりとか、今は攻撃なんだって思って物事をこう判断してたから、やっぱり攻撃ありきの守備じゃなかったし、守備ありきの攻撃でもなかった。だからそれが連動するっていうことがいかに大事で、でその連動してることがゆえにやっぱりヨーロッパのサッカーのテンポって速いんだなっていうのに、やっぱり自分が現実的に気づいたんで、そういう意味で、帯にも書いたように、ただ守る守備なんじゃなくて、もう攻撃のことを考えてる守備。より効率的に相手からゴールを奪うための守備って何なんだろうっていうのをやっぱり、体で、言語で表現してるのがやっぱりドイツに行って感じたことだったんで、そこはやっぱり本当に自分の中でこうサッカーって、こんなに、なんだろう。簡単に言ったら単純だけど、難しく言ったら、こう複雑だったんだっていうのが、やっぱりすごくあったんで、それは本当に当時の自分からしてみたらもう新鮮で、もう書いてある通り革命でしかなかったなっていうのは思ってますね。なるほど。今すごく僕の本にも書いてあるように、ゴールから逆算した、こう、ボール非表示なんだ。あえて守備とは言わないけれど、守るっていう言葉あんまり意図的に使おうと思ってないから。で、やっぱり今日も見させてもらって、こう、ゲーム形式のところを見て、豪徳の立ち位置っていうのは素晴らしいなと。まさにボールにオリエンテーションして、ボールがどういうベクトル向いてるか。で、ボール持ってる人がどういう体勢にあるかのポジショニング。で、意外と、こう、じゃあ、セオリー通りやったら多分違うと。で全然自分の後ろにマークを置くから。けど、そこに立ってるのはボール。蹴る人。この距離で蹴ってくるんだったらスイングの大きさがある。そのところで十分戻れる。っていう距離感をとって非常にアグレッシブで、こう奪ったら直線的にゴールに行けるような。あともう一つ面白かったのは、
ダゾーンの、もともと J スポーツで、こう、解説をしてたから、ブンデスリーガー。その時のプロデューサーさんが、まあ本を読んでくれて、つい昨日かなカミさんの本読んで分かったと。なんでブンデスリーガーの編集が難しくて、J リーグが比較的簡単かと、やっぱり分かれてるから、まあ J リーグが、そうじゃない試合はもちろんあるけれども、比較的 J リーグの方が編集しやすいっていうのは、攻守が分かれてるっていうところがあると。けど、ブンデスリーガやると、まあ、どこで編集したらいいかっていうところは常に続いてるから。で、そういった意味で、こう、ゴールを奪う守備っていうのは常にやっぱり連続的であって、この攻守の境目がないっていうところがあるなとは思って、こう、逆に、豪徳だけはそれ知ってても難しいっていうところがあると思うんだけど、そういうのは具体的にはなんかチームメイトには言ってます？いや、もう本当に、経験ある選手いっぱいいるんで、まあ言わなくてもやってくれる選手多いけど、やっぱそれをこうわからないんじゃなくて、そのまだ経験してない、若い選手たちとかいるから、で、自分たちが掲げてるそのサッカーっていうところの、その予測だったり、反応だったりっていうのが大事だっていうところは、やっぱ常々口で言って、で、自分も体現して、それを教えたりしてるんで、結構、やっぱり、まあ昨シーズンとかは、それが自分が来てから一緒に出てるやつもいれば、新しく出たやつもいたしっていうことも考えたとしても、やっぱりずっとこう神戸で言い続けてきて、まあそれは僕や他のベテランの選手も含めて言ってきたことをみんなが理解し始めてきて、初めてその本当にやりたいサッカーの体現が、できたのかなって思うし、だからみんなは今のところ同じ考え方を持って、セオリー通り、俺らの中のセオリー通りでやっぱりサッカーできてるっていうのは、まあ本当に昨シーズンの優勝のこう大きな、キーポイントだったかなとは、でも思いますね。まあみんな本当にそれを理解してやってるし、そのやりがいを感じてる。なるほど。それの成功体験のやりがいをすごく感じてるっていうのは、まあ感じるかなと思うんですね。今日もゴートンがそういうアグレッシブな、こう、ボールにオリエンテーションしたポジション、ゴールから逆算したポジションを取って、まあ、センターバックの山川がそれに対してかなりスライドしてくると。で、これってあんまり、センターバックは真ん中、ボランチは真ん中からバイタルから動くなっていうとこからすると、非常に違うところ。けど、じゃあ、一方で海外のサッカー見ると、ファンダイクでも当然アグレッシブなサイドでスライドしてくるっていうところでは、今、豪徳が言ったようなところっていうのはスムースになってるんかなと。スムーズかなと思います。本当に来いって言ってたし、その今行くところじゃない行くところっていうのの多分判断とか判断基準は多分俺を見て感じてると思う。行ったってことは今なんだってスライドしなきゃ。行ってないってことは今は我慢なんだって多分同サイドの選手は思ってるし、逆に俺はそれ前の選手で思ってて、前の選手がバッて行ったら、前の選手では今スイッチなんだって思った時は、やっぱり自分でも行くし、で、ちょっと遅れてでも。で、それに対してまた連動して、で、横が連動して、じゃあ、それを越された後に前が後ろに連動して、で、どんどん圧縮してってボール取って、取った時には人数がいて、出ていってって。それの繰り返しで、やっぱりこうサッカーが、スピード感出て、で、サッカーがこう楽しい、やりがいのあるっていう戦い方に変わってるっていうのは多分みんながすごく感じてるから、それはなんか、こう、まあ今となっては神戸の一番のバロメーターかなと思いますけどね。成熟期にあって、で、まあ今年もすごく期待できるなっていう、感じはして、まあ、あとは結構すごく評判やったのは、ジェイナ夜会っていう、YouTube っていうところでの豪徳の発言というのは、まさに、今も言った圧縮、ボールに対してオリエンテーションするって僕は言葉としては、ボールに対してコンパクトになることだと思ってるから、スペースじゃなくて。で、そういったところで、こう、1対1のところで、やっぱりもう一度言わなきゃいけないなっていうのは、抜かれていいわけじゃないと。そうですね。間違いない。抜かれない方がいいに決まってると。けど、抜かれて方がいい場面もあるんだと。で、この前僕沼津キャンプでやった時に、こうデックムシャーテンっていう、こう、いかにどうアプローチするか。で、アプローチすればするほど、
そのパスコースが出ない、影が増えると。だから、なるべくボールにアプローチするようにっていうと、で、それで抜かれてもいいと。ちょっと言葉が足りなかったなって反省はあるんだけれども、単に突っ込んでいく。そうじゃないんやと。で、それで剥がされる場面が結構あって、なかなかこう、しっかりとやらないと、分かってると思ってても、分かってなかったりするから、行くべきところと行かないところが、判断っていうのは非常に難しいかなと。で、もう一つは、そういうと、じゃあオールコートでマンツーマンなんですかって全然違うんだと。全然違いますね。それもやっぱりボールがどういう状況にあるかっていうボール中心でいろいろ立ち位置もマンツーマンでもどう立つのでも全然違うと思うし、そこら辺でこう、もう一度こう、どういうふうにこう、1対1、サイドバックとしての1対1で、僕も、ゴートンがストゥアートにいる時、真横で、ベンチからサイドラインの時に、ロベリー、リッペン、リベリーとロッペンやね。ロベリーって言ったけど、あの時の全盛期の彼らが20代、26、7の時、何回もやってると。ね。で、場合によって、大体リベリーの方が多かったかな。そうですね。右が多かったかな。で、そういった時に彼らに対する対応っていうのは、今の話とちょっとリンクしてなんか言えますか？そこら辺がすごく大事かなと思って。なんていうんですかね。一つっていうか大前提としてっていうことは絶対にあると思って、その抜かれないってことはもちろんそうなんですけど、あとはやっぱりチームがやっぱ連動してるか。それがやっぱり、それがっていうか、それがないと成り立ってる話じゃないっていうか、これは、すべてが成り立った上でっていう話の中であって、で、そのサイドのところとかでもそうだけど、やっぱ例えば自分がサイドハーフだったり、中盤の選手だったり声かけるときは、やっぱり自分がそっちにボールをおびき寄せるような言い方をするというか、もう行っちゃっていいよ、その人もこっち向いてるから、多分ターンしたらこっちにパスしかないような切り方でいけば、ここに出てくるから、その時には俺ガツンっていけるよっていう距離で、左から左からとか、右から右からとか、今出てけとかっていうのを狙って最後取る。で、自分のところで取れなかったとしても、センターバックがいる、あるいはボランチがいる。っていうところをやっぱり意識して、あとは、意識的に自分の左とか自分のサイドバックどっちやってるかに言いますけど、意識的に自分の味方が右か左にいるって分かったら、対戦する相手に対して、ミスするだろうなってぐらいの勢いと距離感で、そっち側に誘導するんですよ。っていうようなやり方で、でもこれは今話してて分かるんですけど、自分が言ったように近くにいなきゃいけないんですよ。ってことは何の話かって言ったら、さっきタカさんが言ったボールに対してオリエンテーションしてる陣形が取れてなきゃ取れないんですよ。そうだね。だからこれは本当に全部ありき、全員が連動してありきの話であって、いや、そうしたら、じゃあずっと左切って右に出させればいいじゃん。それは違う。右に出させるけど、右に自由に蹴れるのか、右に自由に蹴れないのかでも全然大きな差があるので、そういうことを考えながら、常に自分はサイドハーフだったり、ボランチだったり、自分だったりってポジショニング、コーチング変えてて、で、リベリーとやった時は、パスもできる、シュートもできる、ドリブルできる、体強い、速い、どうしたらいいんだって、2回3回やって本当に思ったんですけど、俺は正直ちょっと自分の場所じゃないところは無視しましたけど、リベリーにやられないんだったらどうするかって考えたら、やっぱりもうボールを入れさせないが一番だと思ったから、もちろんそれもね、バカみたいな話じゃなくて、じゃあくっついてて裏走られて用意どんで負ける、そういうことじゃなくて、ちゃんと裏も行かれないけど、でも基本的にはボールが入った時に後ろ向くような距離感を常にリベリーにやってる。その時はアラバがいたんで、とんでもないオーバーラップを何回もするからトントンっていかれるんですけど、でも正直言ったらボールにうまくオリエンテーションしてたら、オーバーラップされてもセンターバックが絶対にいるからって思って声掛けして、リベリーには基本的にはやっぱりもう入った時には背中にくっついてるぐらいの勢いで、やっぱり常にポジション取ってた。ジャストなタイミングで。なぜかって言ったらゴール
に近づくほど彼が前向いてることがいかに脅威かっていうのはもう全盛期で分かってるんで、じゃあそうさせないようにどうするのかっていうことをやっぱり常に考えて、もうボール入った時にはもう蓋してる、蓋してる、みんなで守るんじゃなくてそこだけは個人で守る、そういうようなプレッシャーの生き方とかを常にしてて、まあそれでもやっぱりやられる、その90分間でも自分の中で蓋してたけど、タイミング的に蓋ができない瞬間がある。その時にやっぱり彼らはその1回であっけなく俺をコケにするから、やっぱり本当にすげえなって思うし、もうお手上げ状態っていうところは正直あったけど、でも逆に言ったら自分はその1回までの間のところはしっかり守れたと思ってるし、そういう相手に対してどういう守り方がいいかっていうのも分かってたんで、まあ正直に言うとリベリよりロッペンの方が簡単だったかなってなるほど思いましたね。はい、リベリにはやられるイメージがあったけど、ロッペンにはあんまりやられるイメージはなかったかなっていう。ただどっちもやっぱりすごかったし、強烈だったっていうのはあったんで、でも本当にその距離の近さとか、相手にプレーさせないっていうこと、日本にいた時はグループでスペースを守ってればやられないって思ってたから、なるほど、でもそうじゃない。スペースにオリエンテーションするってね、じゃなくてその人で解決できることができちゃう選手がもしいた時にそれが無力なんだってことにその時気づいたんで、じゃあ何するかってその人が自由にできないことをするしかないってやっぱり思ってたんで、そこからはやっぱり対応の仕方、そういうふうに距離感を持つだとか、っていうのはすごく意識してたんで、いや本当にだからこそこう自分がいた時から今もそうだけど現代サッカーがよりこう人と人との距離がこう目まぐるしく変わるし、近いっていうことが重要なんだっていうのはやっぱり感じるようになりましたね。なるほど。